え？私には来るなって言うの？ああ、お前には来てほしくないってさ。血は繋がらないが、心から愛している娘の結婚式に出席しないでほしいと言われた。落ち込む私のもとに見知らぬ青年が訪れ、私の運命は大きく変わる。もしもし、今グアムなんだけど。仕事中に娘夫婦の新婚旅行について行ったらしい夫から連絡が入った。お前のクレジットカード借りてるぞ。家族だけで楽しんでくるわ。カード解約したけど。は？驚く夫に私はさらなる衝撃の事実を告げ、通話を切った。1週間後、旅先から一人で帰ってきた夫は、私の顔を見た途端掴みかかってきたが、それはある人物によって阻止される。なんで？全部知ってるのよ。あなたがついていたとんでもない嘘を。私の名前は水木すみれ。保険外交員をしている59歳だ。夫の正雄は2つ年上の61歳。夫は20年前、前妻に先立たれ、当時3歳だった娘の楓と公園のベンチで途方に暮れていた。そんな夫に声をかけたのが私たちの始まりだ。3人で遊んだり、同じ時間を共にしているうちに、いつしか惹かれ合った私たちは出会って1年で再婚し、家族となった。お母さん、一緒に遊ぼう。仕事一筋だった私は、家族ができたことがとても嬉しく、娘が可愛くて仕方がなかった。この子のためなら、どんな辛いことも乗り越えられる。そう思っていたのだが。私には来るなって言ってるの？私は信じられず、声を荒げてしまう。ああ、お前には来てほしくないってさ。そんな。夫の言葉に、私は奈落の底に突き落とされたような気持ちになった。実は、娘が来月結婚するのだ。半年前に結婚の挨拶に来てくれたのだが、夫が私にそのことを伝え忘れており、私は仕事に行っていたため、未だ娘の婚約者には会えていない。それどころか、娘ともすれ違いが続いており、しばらく顔も見れていないのだ。だから、結婚式で会えるのをとても楽しみにしていたのに、娘が私に出席してほしくないなんて。なんで？理由は？そんなの知らねえよ。電話で聞いたりするなよ。あいつ、絶対嫌がるから。夫に釘を刺され、私は押し黙った。昔から血はつながらないが、娘のことが大好きだ。けれど、娘は成長するにつれそっけなくなっていき、今では連絡先さえ知らない。楓の花嫁姿、見たかったな。私があからさまに落ち込んでいると、夫はそんな私のことなんて気にもせず、手のひらを差し出してきた。何よ。結婚祝いの金、100万でいいよ。100万？夫が軽く言うので驚いてしまう。なんだよ。実の娘じゃないから渡せないとでも言うのか？違うわよ。喜んで渡すわ。でも、現金でポンと渡せる額じゃないでしょ。わかったよ。俺が手渡しするから、早めに用意しとけよな。夫はそう言って、鍵付きの自室へとこもってしまう。私はそんな夫にため息がこぼれた。実は、夫は専業主婦なのだ。籍を入れるとき、私の職歴を傷つけたくないからと言って仕事を辞め、
家事育児を担ってくれていた。なので私は毎月生活費とお小遣いを夫に渡しているのだが、夫の金遣いが非常に荒いのが悩みなのだ。生活費が足りなくなったと追加の金を要求されたことは数知れず。ずいぶん前からクレジットカードを持たせてほしいとも言われているが、それは断固拒否している。カードなんて持たせたら一体いくら使うか分かったもんじゃない。一度なぜそんなにお金が足りなくなるのかと問いただしたこともあったが、夫の答えはこうだった。楓のために使ってる。そう言われてしまうと咎めることもできず、私は夫に言われるがまま、娘が自立し家を出た今も金を渡し続けているのだ。そしてあっという間に3ヶ月が経った。娘の結婚式も無事に終わり、結婚祝いも夫経由で渡した。けれど娘からは何の音沙汰もない。直接おめでとうだけでも伝えたいから娘の新居に行かせてほしいと夫に頼んだが、夫は許してくれなかった。昔からそうだ。入学式も参観日も運動会も卒業式だって。娘の学校行事やイベントには一度も参加させてもらえていない。娘が嫌がるからと言われ続けてきた。やはり血がつながっていないとダメなのだろうか。そんなことを考え落ち込んでいたある日、営業所に見覚えのない青年が訪ねてきた。この時の私は気づいていなかった。この青年との出会いが私の運命を変えるということに。ああ、もしもし、すみれ。あれから1ヶ月が経った。仕事中に夫から連絡が入ったので出ると、浮かれた声が耳に入る。何？仕事中なんだけど。いや、さ、炊飯器に米入れっぱなしにしてたの忘れててさ、帰ったら冷凍しててくれる？わかったけど、何？あなた今家にいないの？実はそうなんだよ。どこにいると思う？さあ、どこなの？グアムだよ、グアム。相当楽しいのだろう。夫のはしゃぐ声に辟易する。楓が新婚旅行に行くから一緒に行こうって誘ってくれたんだよ。ふーん。なんだよ、羨ましいんだろう。誘わなくてごめんな。楓がお前が来るのは嫌だって言うからさ。本当に楓がそう言った？ああ、言ったよ。でもしょうがないよな。お前は血が繋がらないんだから。家族だけで楽しんでくるわ。ああ、そうそう。お前のクレジットカード借りてるから。今、自分がどんな状況に置かれているかも知らずに楽しそうに笑う夫をこっそり哀れんだ。カードは解約したけど。え？私の言葉に夫は驚きの声を上げた。は？なんで？なんでって、使ってもないのにカード利用通知が来たから、慌てて財布確認したらクレジットカードがなくなってるんだもの。普通解約するよね。はあ？ふざけんな。勝手に何してくれてんだよ。知らないわよ。そっちが悪いんでしょ。あ、そうだ。あなた今ホテルに一人よね。そうだけど。残念なお知らせなんだけどね。楓たちは今頃空港に向かってるわよ。はあ？なんでだよ。夫はスマホが壊れてしまうかもと心配になるほどの大声を上げた。さあ、なんでだと思う？あなたが予定通り1週間後、
無事に帰ってこれたら種明かししてあげるわ。せいぜい無一文で頑張ってちょうだい。まだ夫が何か言っていたが、私は一方的に通話を切り、夫を着信拒否した。そして1週間が経った今日、私は有給を取り、夫の帰りを待った。昼過ぎに玄関のドアが開く音がし、私は急いで玄関へと向かう。そこにはやつれた夫の姿があった。おかえり。お前、よくも。夫は持っていた荷物を投げ捨て、私へと掴みかかろうとしたが、夫の手が私に触れる直前で、別の手が夫の手を掴んだ。ゆうきくん。私もいるわよ。楓、なんでここに？夫が驚くのも当然だろう。私から遠ざけていたはずの娘とその旦那、勇気がこの場にいるのだから。状況を飲み込めていない夫は目を丸くしていたが、すぐに旅行のことを思い出し、鬼のような形相で娘と旦那に詰め寄った。お前たちも、なんで父さんだけ置いて帰ったんだよ。なんでって、わからない。娘は父親を見つめるにしては、あまりにも冷たい目で、夫を睨みつける。あのね、私たち、全部知ってるわよ。はあ？全部って何を？だから、あなたが今まで私と楓についていた嘘よ。あなたずっと私が楓のことを嫌ってるって嘘ついてたみたいじゃない。私にはお母さんは私のことを愛せないから極力関わりたくないんだ。だから近づいちゃいけないって言ってたよね。私と娘にギロリと睨みつけられ、夫は目を泳がせた。何のことだ？しらばっくれないで。今まで学校の行事も結婚式でさえ楓が嫌ならと思って我慢してきたのに、楓たちが結婚の挨拶に来るって時もわざと私に教えなかったんでしょ。私もずっとお母さんには嫌われてるんだって勘違いしてたんだよ。実は1ヶ月前に私を訪ねてきてくれたのは娘の旦那である勇気だったのだ。娘は結婚式にも顔を出さず、会いにも来ない私のことを気にして落ち込んでいたらしい。そんな娘を思って、なぜそんなにも娘のことを嫌うのかと、わざわざ勇気が聞きに来てくれたのだ。私は娘を嫌っていないと否定し、私を拒絶しているのは娘の方だと伝えると、勇気は驚いた。そこでお互いの話が食い違っていることに気づき、夫が嘘をついていることが発覚したのだ。勇気がお母さんのところに行ってくれなかったら、私、一生お母さんのこと誤解してたんだよ。娘の悲痛な叫びが玄関に響き渡る。そうだとしても、お父さんだけを置き去りにするのはひどすぎるだろう。嘘が発覚し、夫が新婚旅行に行くつもりだということを知ったのだが、娘が夫を旅先で置き去りにしようと提案してきたのだ。お父さんが嘘をついたせいで、お母さんはいつも一人だった。だから、お父さんにも一人の寂しさを味わってもらおうと思ったの。しかも、楓たちが誘ったんじゃなくて、あなたが勝手についていくことを決めたらしいじゃない。新婚旅行に親がついていくなんて、空気読めてなさすぎでしょ。それの何が悪いんだよ。それよりも、クレジットカードを勝手に解約する方が悪いだろう。現金なんて持ってなかったから、ずっとホテルから出れず、飯も食えなかったんだぞ。そんなの自業自得でしょ。そうだよ。お父さんが全部お金払うって言うから不思議に思ってたけど、まさかクレジットカードを盗んでるなんて思わなかった。最低よ。
私と娘から立て続けに責められ、夫は顔を歪めた。しかも、結婚祝い、10万しか渡してないらしいじゃない。これも勇気から聞いて発覚した。私は100万渡したはずなのに、受け取っていないというのだ。しかも、後日娘と久しぶりに再会し、話していて分かったことなのだが、今まで娘のために渡していたお金は、ほぼ夫が自分のために使っていたという。びっくりしたわ。あなたの部屋にブランド物の時計がたくさんあるんですもの。お前、勝手に俺の部屋に入ったのか。鍵かけてただろ。あなたが旅行中に鍵屋さんに開けてもらったわ。鍵をなくしたって言ってね。ふざけるな。不法侵入だ。何言ってんのよ。この家は結婚前に私が購入した家で、名義人も私。自分の家の部屋に入っただけで不法侵入になるわけないでしょ。夫の幼稚な発言に呆れてしまう。あなたが私と楓を引き離していたのは、楓のお金を自分のために使うためだったのよね。それは。まさかとは思うけど、私と結婚したのもお金のためだったわけじゃないでしょうね。そうだよ。悪いか。子供を育てるためには金が必要だった。だからお前と再婚したんだよ。夫は開き直ったのか、悪びれもせず叫んだ。大体さ、俺は育児も家事もきちんとこなしてただろ。あの金は俺の給料みたいなもんだ。何が悪いんだよ。はあ、何にも分かってないのね。私はもう何度目かも分からないため息をついた。私はね、ちゃんとあなたが時計が欲しいって言ってくれてたらお金を渡したわ。なんなら私が買ってプレゼントもした。それくらいあなたには感謝してたのよ。だったら。けどね、あなたは嘘をついて私からお金を騙し取ってた。それに何より許せないのは、私が楓を愛してないって嘘をついたことよ。ひときわ大きな声が出た。まだ幼かった楓が自分は愛されてないと伝えられて、どれだけ悲しかったかわかる？ちらりと娘を見やると、当時を思い出したのか、ポロポロと涙をこぼしており、そんな娘の背を勇気がさすってくれていた。お母さん、仕事でほとんど家にいなかったけど、いつも優しくしてくれて、私は大好きだった。なのに、お母さんはお前を愛していない。あまり話しかけるなってお父さんが言い続けたから、私、どんどんお母さんを避けるようになったのよ。でも俺は、楓のことは本当に愛してた。本当に愛してたなら、自分の欲のためにそんなひどい嘘つかないでしょ。私が怒鳴ると、夫は何も言い返せないのか、口をつぐんだ。お母さん、これ。私は娘に渡された一枚の紙を受け取り、それをそのまま夫に突きつけた。離婚して。それは離婚届だった。娘との誤解が解け、私が真っ先に思ったのは離婚。夫のせいで、失われた娘との時間はもう戻ってこない。そう思うと、怒りを飛び越えて憎しみがあふれ、離婚以外の選択肢が思い浮かばなかった。はあ？ちょっと待て。離婚？夫は離婚の可能性など1ミリも予想していなかったらしい。驚きすぎて声がひっくり返っていった。ええ、もうあなたの顔も見たくないから。いや、落ち着けよ。金のことは謝るから考え直してくれ。どんなに謝られても許すつもりはないわ。さあ、
早く署名して。署名して。私と娘、そして勇気に詰め寄られ、夫はしぶしぶ署名した。しかし、離婚届を受け取ろうとすると、夫がそれを阻止した。何するのよ。離婚はしてやる。その代わり、お前が慰謝料を払えよ。はあ？俺は今まで家族のために尽くしてきたのに、一方的に離婚を要求されたんだ。俺が一生働かなくても暮らしていける金を払えよ。夫が勝ち誇った顔で笑うので、私も言ってやった。そっちがその気なら、こっちも容赦しない。警察に通報するわ。は？警察？クレジットカードを盗んだでしょ？あれ窃盗だから。え？それから、カードを使用したお店への詐欺罪も成立してるわね。本来名義人本人しか使用しちゃダメだから。待て。もちろん離婚の慰謝料も請求するわ。弁護士に相談する予定よ。不満があるなら、あなたも弁護士を雇うことね。まあ、そんなお金ないでしょうけど。そんな。夫はようやく自分の置かれた立場に気づいたようで、慌てて土下座した。悪かった。頼むから警察だけは。金だって持ってねえの知ってるだろ。ないなら、あの時計を全部売れば少しは足しになるでしょ。私は夫と荷物を家の外に捨てた。これからは私たち家族だけで楽しく暮らしていくから。最後に夫に言い放ち、玄関のドアを勢いよく閉めた。夫はしばらく外から何やら叫んでいたが、近所の人たちに通報されそうになり、荷物を持って去っていったようだ。その後、無事離婚が成立。警察にも通報したが、親族消灯令が適用され、逮捕できないと言われてしまった。なので民事で起訴し、使用した金額の弁済命令が下された。慰謝料は婚姻関係の長さから500万を請求。元夫は貯金も頼れる人もおらず、結局持っていたブランド物の時計を全て売却した。それでも足りず、残りは働いて分割で支払うと連絡が来た。後日娘から聞いた話だが、元夫は今、警備の仕事をしているらしい。働いていない期間が長かったので、少しの労働で体が悲鳴を上げているようだ。欲をかかなければずっと専業主婦で入れたのに。愚かな男だ。私はというと、娘との誤解も解け、今までの時間を埋めるように頻繁に会っている。しかも、娘のお腹に新たな命が宿ったと報告してもらった。これからは娘夫婦、そして孫のためにも頑張っていこうと思う。